皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。皆さん、元気にしていましたか？今日は2023年5月17日です。今回はですね、私の会話動画で初めてとして外国人の方、日本人をゲストとしてお呼びしました。あの方は私の先輩でもあり、友達でもあり、私と一緒に会話を練習してくれた人、京平さんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、京平です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。久しぶりですね。久しぶりですね、はるくん。はい。はい、最近どうですか？最近はですね、はい。仕事を頑張っています。ああ、そうですか。私はこの最近新しいアパートに引っ越しして、アパートの掃除とかしたり、必要なものとか買ったりしています。新しい生活が始まったんですね。そうですね。で、はい、いいうん。ですね。はい。今日はですね、京平さんはい、に日本についていろいろなことを聞きたいなと思うんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございまいした。ろいろとはい。今日聞いてもよろください。しくお願いします。はい、お願いします。はい。これ、初めて聞いた質問は、私たち日本語はい、を勉強している方もちょっと知りたい質問なんで、これははい、はい、日本人はどうやって漢字を覚えますかっていう質問なんですけど。はい。はい。これは本当によくはい。皆さんが聞いてくれる質問なんですけど、はい。私たち日本人も初めて漢字をうん。勉強したときは、授業で漢字を勉強した後に、うん。宿題でうんうん。ノートにいっぱい漢字を書いて覚えまへした。え。たくさん書かはい。なければならないっていう意味ですね。そうです。へえ。それでも、はい。実は日本人は漢字が、うんうんうん。あの、書けない、書けないといえば変なのですが、うんうんうん。あの、漢字を書くときに忘れてしまう人が多いです。そうですね。私たち外国人にはい。とっても、いくら覚えてはい。も覚えるのが難しいですね。書き方とかも、そうですね。うん、難しいし、うん。うん、そうではい。すね。あとはこの日本人大はいはい。体は疲れる時にどうやって休みまはいはい。すかっていう質問なんですけど、はい、はい。ミャンマーの人と同じだと思いますし、はい、人それぞれなんですが、はい、例えば私だったらゲームをするとか、うんうんうん、音楽を聴くとか、はい、もう寝るとかね、うんうん、そうですね。お酒を飲むとかね。そうだね。私は別にお酒は飲めないから音はい。楽を聴いたり、好きはい。なアニメとかドラマとか見て休んでますね。はい。うん。はい。そうですね。ちなみにこの私と恭平さん会ったのはどのくらいかかりましたかな？わからないですけど、6ヶそうですね。月前から春さかな。はい。んと、半年ほど前ですね。ウお会いさせていェッキで、ただいたのは、はい。はい、ウェッキで会いましたね。いや、そうですね。実はい。は初めて話した時は怖かったんですよ。日本人だからね。はい。日本人だから、そうです間違えたね。らどうしようかはい。なっていう。はいはい。うん。で、もう一つは、この、ミャンマーをはい。どう思いますかっていう質問です。はい。はい。うん。今もでまず、もね、はい。京うん。平さんはいろんな人と、ミャンマー人たちと、たくさん話したこともありますので、はい。どう思うかなミャンマー人とか、ミャンマーに住んでいる人はい。とか、それともミャンマー国を、はい。はい。あのはい。実際に会ったこともある人もいるんですけど、うーん。男の子も女の子も、愛嬌があって、優しくて、可愛いなって思います。なるほど。実際に会っそしたことありますか？どうぞどうぞ。ありますよ。はい。ありうん。ますよ。はい。2人ほどウェイキーでえ出会った子と会ったことがありますよ。はい。さっきの話どうぞ。はい。あと、もう一つは、日はい。本語を勉強してる、ミャンマーの人たちに思うことは、とても、頑張っているなって思います。そうですね。そういうはい。方もたくさんいるんで。これ、なぜかという理由をちょっとはい。お話しさせていただきたいんですけど、時間大丈夫ですか？大丈夫です。全然大丈夫です、時間は。はい。はい。まず、日本っ
ってはい。英語を勉強している人が多いんですね。はい。実際私も英語を勉強していたんですけど、ちょっとすごく言い方は悪いんですけども、日本人で英語勉強している人っていうのは、はい。とにかくアメリカとかイギリスとかオーストラリアが好きとか、あ、はい。英語話せたらかっこいいとか、外国人の彼女欲しい、彼氏欲しいっていう人が多いんですね。そうですね。はい。で、実際に外国人の彼氏とかができて、はい。なんか日本の悪口を言っちゃうような人とかが多いんですね。でも、はい。ミャンマーの人たちっていうのは、日本のことを尊敬もしてくれてるけど、はい。ミャンマーの人たちはみんな日本に来て仕事してお金を稼いで家族を助けようという人がとても多くて、はい。僕はミャンマーの人たちは、ミャンマーの若い子たちは偉いなっていつも思っています。ありがとうございました。そうですはい。ね。まあ、むしろ、はい。はい。私たちに、私日本人でみんなに日本語を教えてますけど、はい。逆に私たち日本人はミャンマーの人からはい。何のために言葉を学ぶのかとかいうことをはい。学ばなければならないと思ってますね。そうですね。まあ、逆はい。ですね。日本のこと本当に興味があって、まあ、はい。頑張って勉強している人もたくさんいるんですけどね、ミャンマーには。まあ、私も日本って本当にすごいなって思って日本語の勉強を始はい。めたんですね。で、日本人と、はい。まあ、今、恭平さんみたいな日本人とたくさん出会って、いやー、日本はい。人って本当に優しいなっていろんなことも教えてあ、くれるし、ありがとうごうん、ざいます。はい、そうですね。まあ、あともう一つの質問なんですけはい。ど、はい。このルールやマナーのことですね。日本ではやってははい。いけないルールやマナーをちょっとだけ説明してもいいですか？教えてもいいですか？はい。はい。いろいろあるんですけど、はい。特にご飯を食べるときに、はい。あの、いただきますとか、うんうんうんう食べ終ん。わったときごちそうさまって言わないのはダメですね。必ずはい。ご飯を食べるときはいただきます。食べ終わったらごちそうさまでした。と、えあとはお箸の使い方。はい。これは必ず、マナーが多いので勉強していた方がいいと思います。そうですね。あ、箸の使い方もね、私聞いたことあるんですけど、このおはい。皿の上で箸を立ててははい。いけませんとか、そうです、そうです。はい。はい。はい。ご飯によく、あの、まあ、実際にミャンマーの方と会った時に、その人とご飯行った時も、はい。その人は白いご飯の中にお箸を立てておいてましたが、こはい。れは、あの、死んだ人のご飯へをえ。そういうする文化があるんですね、日本には。へえ、そうですか。はい。なので、それすると、それは死んだ人のご飯なのってなっちゃうので、やめましょうってあ、そうですね、思います。そうですね。はいはい。はい、いろいろ。まあ、他にもたはい。くさん質問が残ってるんですけど、少しぐらいはいはい。だけですね。はい。あとの質問、みんなはね、私、実は、この京平さんに質問を聞くはい。前に、このページで、はい。あ、私、来週で日本人と動画作りますので、皆さんが聞きたい質問とかコメントで教えてくださいと、えっと、はいはい。寄せた時にたくさん質問が出てきて、その中からのはい。一番いい質問とかを選んはいはい。で京平さんに送りましたね。だからはい。質問が多ありがいなので、とうございます。はい。はい。あとは、これ、はい。日本語を勉強しているみんな大体知りたいと思うんですけど、日本人とはい。友達になるためにどうしたらいいですかっはい。て。どう言えばいいかな。そうですまあ、ね。日本語わかるかな。当たり障りもない会話からして、はい。はじめましてとか、そうで日すね。本の方ですね。私はミャンマーから来ましたとか、はい。でこれからよかったらお話ししませんかとか言っそうていってですね。たら、どんどん日本人の方と仲良くなると思いますよ。そうですね。あとの質問はい。は、はい。大体の人が知らない日本のこと。それ、私はいも、まあ、知りはいはい。たいんですけど、まあ、Google にはい探しても、はい。Facebook とかいろんなところで探しても、日本っていううんうんのは、まあ、これこれこれ、うん。いいことが多いなので、まあ、
大体の人が知らない日本のことについて教えてもいいですか？そうですね。じゃあ、多分皆さんは、はい。もう Facebook とかで日本のいいところ見てくれてるので、少しちょっと悪いところをお話しさせていただいてもいいですか？もちろん大丈夫です。ちょっと悪い話なんですが、日本は治安も良くて、はい。道路も綺麗いいんですけど、実は日はい。本の政治もあまり良くないですね。えはい。はい、初めて聞きました、これ。この政治家ってわかりますか？はいはい。日本はどの国と比べても一番多いんですね、政治家の数が。そうですね。で、これがどうなるかというと、政治家たちの給料っていうのは、はい。僕たちが働いて稼いだお金の税金ですよね。そうですね。はい。で、政治家が多くても、国のことを考えてくれるならいいんですけど、はい。国会というこの政治家たちの会議でですね、寝てる人も多いんですね。そうですか。でも、お給料は彼らはもらえるんです。うー何千万というおん。金の、はい。なるほど。そういうことはい。もありますよね。あります。はい。はい。あと、もう一つは、はい。皆さん多分日本に来れば、多分接客業というのをすると思います。アルバイトで。レストランの店員とか、居酒屋の店員とか、はい。コンビニの店員、スーパーの店員ってあるんですけど、あの、日本っていうのは何があってもお客様の方が偉いっていう考えなんですね。そうですね。はい。なので、店員に、良くない言葉を言ったりとかはい。する人がいますね。うそうでん。すね。日本にも、いろいろなことがありますね。国っていうのはいいこそうです。ともあるし、悪いことはい。もあるのは当然なことなんですそうです。けどね。はい。で、あはい。とは、この日本で大学とか終わったはい。ら仕事を探すことが簡単ですかっていう質問なんですけど、実は私はい。もはい。この日本語学校通って、日本語学校が終わったら大うん。学に通う予定がありますね。これの質問に関してなんですけど、はい。実は僕、大学行ってないんですね。え、はい。高校卒業して、はい。もう、ここから18歳の時から働いてますので、仕事してますから。すごいです。でも、その仕事と言っても、はい。その仕事によりますね。簡単なのか難しいのかとか。例えば大学出てても、コンビニの店員になりたかったら、それは簡単だけども、はい。政治家になりたいなら難しいですし、さらに、そうですね。やっぱり大きな会社になると難しい。そうですね。でもちょっとレベルが低いところだと簡単だと思うので、これは仕事次第ですね。でも、大学生はね、高校出てる人たちと比べると、まだはい。仕事は簡単に見つかる方だと思います。なるほはい。どですね。見つはい。かるというか、はい、選択肢が多いというイメージですね。はい、わかりましはい。た。うん。これ、あと最後の質問なんですけど、日本はい。語を勉強している方、日本語を勉強しているミャンマー人たちはい。に何か最後にはい。言いたいことがありますか？そうですね。はい。日本人相手に話すのは怖いとか、はい。間違えたらどうしようとか、恥ずかしい、怖いって人が多いんですけど、そういう気持ちはなくして、間違えてもいいから、とにかく日本語を話すことが大切だと思いますね。そうですね、そうですね。私はい。も、いつもこれ教えたことあるんですけど、話はい。したいんだけど、話すのはい。が怖い。だから話するのそうです。はい。怖がらないでくださいっていつも言ってるんですけど、私もね、うん。日本人とはい。初めて話した時に怖かったんですよ。怖いんでしたけど、はい。でも自分が話さないと話せないから頑張って話してみましたね。はい。だから皆さんも、怖がらないで頑張って話してください。教えてくれてありがとうございました。はい。あとは、はい。一つ言えるなら、皆さんよく日本語の発音はい。を気にしているんですが、僕が思うには発音よりもまずは日本語の言葉はい。を覚えた方がいいと思いまそうす。ですね。ははい。い。発音なんて私たちは気にしませんから。はい。そうですね。わかりました。はい。じゃあ、ということで、今日はこれで終わりにしたはい。いと思います。
はい。はい。教師さん、ありがとうございました。いろんな質問を答えてくれて、本当にありがとうございました。とっても勉いえいえ、強にもなりまし皆様た。これからもよろしくお願いします。お役に立てるかどうかは分かりませんが、僕ももちろん。話が下手なので、いやいやいや、あれですが。全然大丈夫でした。簡単な言葉を使ってちゃんと教えてくれて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。じゃあ皆さん、日本語の勉強大変ですが、頑張ってください。はい、頑張ってください。皆さん、私も頑張ります。はい。はい。